株じいさん。今回は西湖でのキャンプからの戻り139号、そして奥多摩の回送路の映像とともに、そう遠くない将来第二の人生を過ごすのにどういうふうに準備をしていくかということについてつれづれに語ってみますね。株じいさん。動画の最後に次回の予告編があります。最後までお付き合いくださいね。はい、こんにちは、株じいさんです。はい、今の私はサラリーマンとして毎日の仕事を通じて多かれ少なかれボケがかっている、いやもうかなりボケてきた脳みそを一生懸命使って考えたり迷ったり何かしらの結果を出すという、そういう思考活動なんて言うんですかね。脳みそをそれなりに使うことを毎日やってます。仕事ですね。これっていうのは脳みそにとってはとても大事なことだそうです。脳みそっていうものは積極的に何かを考えるとか謎を解くとか、例えばすごく一般的なことで言えば人の名前を思い出そうとするとか、おとといの夕飯のメニューを一生懸命思い出すとか、そんな風にこんなくだらないことであっても自分の意思で積極的に考えようとしないとですね、どんどんと退化していくそうなんですね。で、一生懸命に考えるっていうそういう活動を自ら強いらないと、脳細胞は日々どんどん退化、どんどんと老いぼれてしまうそうなんです。はい。そしてもう一つ、体のことなんですが、運動をするという行動を通じてそれなりに体を動かし、世間と多かれ少なかれ接触し、世間の荒波に揉まれ雨風を感じ、真夏の猛暑や真冬の木枯らしに耐えつつ歩く、これがまた大切だったりするようですね。何気なく日々見ている通勤電車からの車窓からの風景に季節を感じる、これもですね、脳みそにとってはとてもいい刺激だったりするそうです。こういう日々を送っているサラリーマンの自分が退職して仕事をしなくても良いという状況になった時ですね、果たしてどうなるのか、どんな生活を送るのか、仕事ロスに陥って路頭に迷わないか、それが心配だったりします。はい。株じいさん。何せ20歳代にサラリーマンになってから今日に至るまでずっとサラリーマンとして働いてきていますので、自分の人生っていうのは言ってみれば会社人生そのものなんですよね。仕事ができるとか会社に尽くしたなんて偉そうなことは言いませんが、少なくとも今に至るまで生まれてから64歳になるまでの人生の3分の2をサラリーマンとして生きてきていますので、サラリーマンとしての自分からサラリーマンとしての部分、つまり今の仕事のことですが、それはある日を境に突然消えてしまったらですね、それは大きな変化と言えると思います。ぽっかりとね、穴が開いたようなそんな感覚になるのは目に見えていてですね、いわゆる仕事ロスで何かガクーンと気落ちしてどうしたらよいかわからなくなる、そういう状況になるんじゃないかなっていうのがとても気がかりになってるんですよね。株じいさん。諸先輩の方々は
仕事をしているうちに、まだリタイアはずっと先だと思っているうちに、できるだけ早めに第二の人生、仕事をリタイアした以降に、自分が日々どう過ごしていくか、何に興じるか、何を求めていくか、もしくはどのように家族と接して生きていくかを真剣に、本当に真剣に考えて、その生活を具体化できるようにしっかりと事前に準備をしておくことがとても大切だと、このことをよく力説されますよね。でもですね、これはリタイアしてみてから、もっと早くから考えて準備をしておくべきだったなぁと後悔し気がつくのが一般的で、大抵はですね、少なからず準備不足だったと振り返る方が圧倒的に多い、そういうもんだそうですね。だってですね、とりあえず仕事がない、働かない自分を想像すること自体ができないわけですよね。40年以上会社勤めをしてきた自分にその会社勤めがない状況をイメージするっていうのはなかなかの空想、妄想、ブレインストームがいるわけですよね。でもそんな夢みたいなことを考えることを普段やってない自分にはなかなか難しい空想ゲームなわけですよね。ここからは私自身がまだ未体験なリタイア後の生活のイメージなんですが、例えば今までは北海道へ九州へ長期でのツーリング、はい噛みました。長期でのツーリングに出ようと考えてもですね、仕事の都合もあってなかなか実現するのは難しくて、かなり限られたタイミングでしか実現できなかったものが、年中いつでも何日間でも行けるという時間ができることになります。じゃあ年中いつでも北海道に九州に行けますよ、お金さえもしくは体さえ準備があればとなった時、果たしてどうなるかなと想像しますと、きっとですね、最初の 2,3 回程度はルンルンしてそういう長期のツーリングを楽しむのだろうとは思うんです。でその先ガシガシと何回もそういう長期のツーリングに行くようになるかというと、そうではないような気がするんですよね。いずれは飽きちゃうんじゃないかなって思うんですよね。神じいさん、いつでも行けるし、また今度そのうちってことになると、もうそれほど行きたいと思うことが徐々に減っていくような、そんな気がしてしまいます。それはあくまでも今の仕事をしている自分が想像することであって、実際どうなるかは分かりません。もしかしたら1年越しで日本一周してみようなんて思いつきで本当にそれに没頭するのかもしれないんですよね。非日常への憧れはすごくあるんですけど、いざいつでも非日常に浸れるとなると、それはもはやもう非日常の範囲を出てしまってありがたみもなさそうですよね。カブじいさん、40年越しでですね、ずっと会社人生を歩んできたわけですからね。その後の第二の人生を送るにあたってはやはり有意義に楽しく、本当今までやりたいと思ってもできなかったこと、それをね思いっきりやりたいですよね。せっかくの時間ですからね。そのためにはやっぱり準備っていうものをちゃんとしておかないとね、いざはいやってくださいって言われてもね、それはにわかにはできない。それが人間だと思いますね。諸先輩方のねアドバイスっていうのはそういうことだと思います。日常の中にあるとても平凡だけどどこか落ち着くような自分の居場所、もしくは何か興じれる趣味、時間の過ごし方、
もしくは人間関係、そういうスタイルというか、そういう平凡な自然体で日常の中にいかに面白みを、楽しみを見出せるか、もしくはたわいもないことに喜びや楽しさを感じられるか、そういう平凡なことが大切というか、特別気負って何かに取り組むというんではなくて、ごくごく自然体で平凡に生きていける、でもそこに楽しみを見つけられる、そんな対象、場所、環境、趣味、もしくは人間関係、そういうことがとても大事な気がしますね。ちょっと突飛な考えかもしれないんですけれども、このバイクでのツーリングというものと人生ってどこか似ているなって思うんです。若い頃ってとりあえず最終目的地があって、時間の制限もあるとしますと、最終目的地を目指してしゃかり気にバイクを突っ走らせていた、そんな風に思います。途中の寄り道もほどほどにね。ところがですね、今年を取った私は目的地をあまりきっちりとは定めずに、だいたいどの辺を目指すか程度でとりあえず走り出してのんびりと行きます。途中での道草や寄り道も結構ありまして、なんというかガシガシとはね、先を急いで走らずに気の身気のままな走りだったりします。なんなら行き先がちょっと変わるのも良しとしますし、それも楽しみだったりします。目的地がありきではなくて過程を楽しんでいるような、そんなツーリングになってきていますね。で、それを人生と重ねてみますと、これは人それぞれなので一概には言えないと思うんですが、私自身の今までの人生と比べるとまるでそっくりなんですよね。会社に入ってサラリーマンをやり始めてからかれこれ40年ほど経っているんですけど、若かりし頃の自分はとにかく目的必達、最短時間で目標達成することに全力投球していたと思うんです。サラリーマンなのでそれは当然といえば当然なのかもしれませんが、心の余裕やちょっとした好奇心での業務上の寄り道っていうのもあんまりしなかった。そのようにね、今振り返ってみて思います。それが年を重ねるに従って徐々に目的に至るまでの過程にも気が向くようになっていった気がします。一応業務なんでね、目的を達成せずにその過程だけを成果にするというわけにはいかないので、目的達成は絶対だと思うんですけれども、その間のプロセスもすごい大事にするようになった気がします。これは年を追うごとに一段とその傾向が強くなってきたと実感してます。まさに自分のツーリングや旅行のスタイルがそんな感じでね、若い頃から今に至るまでその過程がね、だんだんと変わってきた。でね、途中経過を楽しむようになってきていますね。ツーリングや旅行の過程の偶然の発見や一期一会のね、出会いや見たり聞いたりがとても楽しくワクワクさせられます。そういうことに気持ちが向くようになってきた、余裕ができたとも言えるかもしれないですね。若い頃の自分にはそういう余裕っていうのはなかったように思います。ツーリングや旅行などは出発点があって、いつか元の出発点に戻ってくることが一般的だと思うんですが、それが人生となるとちょっと違ってくるなって今になって気がつきました。本当今ですね。人生は、この世に生を受けて誕生してからあの世に旅立つまでという長い一連の時間の経過で、その出発点と終着点が
これは概念的ではあるんですけど、やはり異なっていますよね。お母さんの母体の中から生を受ける出発点、そしてあの世へ長い旅立ちに出るその終着点というのは明らかに違います。これはやっぱツーリングや旅行とはちょっと違う部分ですかね。私自分自身で今これ何が言いたいんだっていうと、特に何でもないんですけど、今ふと思ったところなんです。人生とツーリングや旅行っていうのはある意味そこのところは根本的に違うなと今ふと思ったじいさんでした。だらだらとね、私の老後に関するね考えを喋ってきました。いかがだったでしょうか。皆さんのご意見やコメントをぜひお待ちしてます。それではさよなら。また次回お会いしましょう。ここから次回のおまけ予告編になります。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。